おはようございます。画家のギソです。今日はですね、こちらですね、こちらの作品をお見せしようと思います。フィレンツェ、フィレンツェを描いた作品でございます。アクリル絵の具で描きました。アクリル絵の具で、特段難しい技法というわけじゃないですけど、遠近感の出し方とか、すごい基本的な使い方、皆さんがよくあるような失敗についてもお話ししながら進めたいと思います。よかったら最後までご視聴いただければと思います。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、これフィレンツェですね。ミケランジェロの丘というところから描いた作品です。本来はですね、ドゥオーモとか、ウィッツとかある方、左の方なんですけど、右の方見てます。右の方、行かれたらぜひそちら見てみてください。鉛筆で下書きをしていってます。今回転写ではなくですね。で、ちょっと濃いめに描いていってます。これ確か 2B ぐらいの鉛筆でしっかり筆圧をつけて、描いていっております。しっかりとですね。で、細かいマースブラック、バーントシェンナー、フタロシアニンブル、ウルトラマリンブル、カドミウムグリーン、カドミウムレッドライト、カドミウムイエロー、チタニウムホワイト。これベーシック、オギソベーシックセットというふうに勝手に名付けてます。ということで、オギソ基本色セットと最近ちょっと勝手にやってますけども、ちょっと濃いめの色を作りましたね。でも、細かい建物一個一個描かずに、大胆にダダダダといってみようかなというふうに思いました。で、まず濃い色で、形をしっかりですね、まず、大きな形に関してはどんどんとつけてきました。そんなに遠近感を意識しなくて、でも、多少は空気遠近法を感じさせるように、後ほどしっかりと白入れましたよね。向こうの山に関しては少し空気遠近法を感じさせられるように、して、ほんの少しですけどもつけました。もっとつけてもよかったかなというふうに思うんですけども、で、これ平筆ですね。また筆が違うの使いやって。デザイン用のような筆ですね。これはバンゴッホやったかな。平筆でございます。トスカーナのね、そういうあれをですね。で、手前の方の森はちょっとサイド上げました。サイド、鮮やかさね。原色に近いような色をちょんと入れて描いていったりしています。で、中継とかを、で、ここの、要は川のところすごいポイントです。川のところにボンと光当たってるんですよ。ほんの少しだけ。橋のところですね。で、そこのところがポイントという風に描いていきました。ちょっと今、ザクザクって筆の方向もね、いろんな方向で木が立ってるように描くとか。で、これね、ポイントを描いてるだけなので、なんていうか暗い色のポイントってどこなんやって話なんですけど、もうここ分かれば、それの周りを見たら、ちゃんとなんていうの、建物あるわっていうのが分かればいいので、そういう風にポイントを押さえていっております。ね。で、この辺もだんだんと大きな仕事。で、どちらかというと、影の色になるような色を置いていってるんです。ちょっと難しいでしょ。例えば緑の中でも緑の影のところ、木の中の影の色とか、建物でも建物影の色とかっていう風に置いていってます。うわ、難しいこと言うてやろうね。ね、影の色を置いていって、後で明るくしていく。アクリル絵の具も基本的な使い方かどうかわからないですけど、アクリル絵の具とガッシュちょっと僕は近いような感じで使っていって、で、もっと水浸しにするパターンもあるんです、僕の場合ね。で、その違いは何かしたら、これ細かいから。細かいから、もっとおおらかな風景、例えば森とか、なんか形が少し狂ってても問題あれへんわみたいな時は、水浸しにして進めて、どちらかというと全体暗くしていく。でも今回は、形がある程度、ちゃんと、わからないようになってしまったら困るので、それで、これほら、スカンブル技法って言って、奥の方の空、わかりました。空と、向こうの山、一色単に塗ってったんですよ。巻き戻って見てみてください。そういう風にして、暗くした色に半透明、いわゆるスカンブルと呼ばれる方法で、半透明の色を塗りました。そして今、川のところですね、塗って、で、これから建物とかの影、ですね、ということでございます。ちょっと、しまった。ですね。で、ちょっと中間色とかを置いていって影の色になるように今塗っていっております。ちょっと今電話がかかってきたんで少し、音がずれてしまう可能性がありますがご容赦ください。青とかをちょっと入れたりですね。で、暗い色を置いていって、全体をイメージよりも少し沈ませる。わかりますか？シュッと沈ませる、というような感じで描いていっております。
アクリル絵の具と、また、なんか本当に皆さんの中でこうね、透明水彩とアクリル絵の具と、で、その間にあるのがどちらかというとガッシュと呼ばれる絵の具で、で、アクリル絵の具と今度油絵の具。で、その間にあるのがもしかしてアキーラとか樹脂絵の具なんちゃうかなって。今ネットで注文してるんですけど、珍しく遅いですね。1週間ぐらい経ったような気がするけど、まだ届いておりませんけども、なんか、ちょっと遅いなと。で、雲とかをこう描いていって、ちょっと白とか。で、乾かないうちに、どんどん描いていってます。だから水浸し系ではないですけども、描いていって。そしてこれ屋根。屋根をちょっと塗っていってますね。屋根を塗っていっております。そういう時はこうカドミウムレッド、カドミウムイエローみたいな鮮やかな色を置いていって、で下に少しこうなんか塗り残したりとかっていうところがあんまりこう目立たないようにしていくというような感じで描いていって、なんかこうアクリル絵の具はめちゃくちゃ乾き早いから大体の人そこで悩まれてます。乾きめっちゃ早いっすわーって言って、めちゃくちゃ早いので、その悩みが尽きないようですけども、これ水の方右の方にこれあれはですねキッチンペーパー大作戦と呼んでますけど、キッチンペーパーを水で浸してでその上に絵の具ちょんと置いていっております。でそれによって乾きがアクリル絵の具遅くなりますので、でまた暗い色で隙間とかに木々があるようなところとかを描いていったりとかしていっております。ね、こんな感じで全体で進めていく。よう聞かれるそれは。僕基本大体の絵は全体で進めてますよ。どこから描くんですかっていうご質問をよう受けますけど、基本は全体で進めておりますね。だからでもそれがね全ての絵ではないですよ。もちろんだから絵って描き方いやもうなんですよ。なんか一律じゃないんですよ。うるさいチビがね。はい、うるさいチビが帰ってきてます。で、奥の雲とか。で、基本的には後ろの方がある程度決まってきた方が楽は楽ですけど、どんどんこうぼかしていくんじゃなくて、後ろもどれぐらい、これは空気遠近法やから、ある程度あれですけども、やっぱ後ろも書き込んであげたいところ、ここね、水のところの明るいところを入れたりとかしていってます。ね、明るいとこ。で、この辺はフタロ系みたいな鮮やかなブルーみたいなのを入れる。それをすることによってなんかセルリアンブルーみたいな色とか、フタロシアニンブルーみたいなのって、こういうコバルトブルーに近いような色とセルリアンブルーに近いような色になって。で、これはグリーン系の色と黄色を混ぜたようなので、筆をこう毛先ガチャッとしたような筆とかで叩いたりとか、たまにはこう豚毛の筆とかも使ったりとかしますけれども、少しこう叩いたりとかして、いきます。全体で進んでますよね。で、今回ポイントは、これかなり黄色、こう豚毛の筆で明るいところを描いていく。明るいところを描くんですよ。明るいところね。明るい。皆さんの日常の生活の中で暗いところを見るより、どっちかというと光が当たってるところに目が行くと思いますよね。普通ね。おじさんのここに目行くでしょ。この辺の影の中とか、この辺とかに目行きます。いきなりここの辺とか見ていきます。そうでもないでしょ。こういうところにピカッ、お、光っとんなと。デカデカしとんなおっさんが。ね、そういうところですね。で、この辺でちょっと、今のところ水平の仕事が多いんですけど、水平に近いような横位置の仕事が多いんですけど、ちょっとずつ建物を描くとき、こう、垂直を入れていくんですよ。じゃんじゃんじゃんと。で、まだあんま入れてないですけど、これから入れていくんですけど、で、それをこう、やりすぎたら今度はまたこう、なんか閉じた形になってしまうんですけど、ポイントで入れた。あ、これまだスカンブルです。すみません。そらね。ここ大事ですね。ほら、向こうの山まで行きました。ちょっと紫がかった色。これね、ちょっとこれじゃ強すぎるなと思って、拭き取ります。ね。ちょっと膜をこう、かかった状態、乾いてかかった状態みたいになってたから、ちょっと弾いたんですね。で、それがまた拭き取って薄い層がかかって、で、そこにまた雲とかを少しこう、下の絵のが乾かないと段階で描いていくとかっていうことをしたりしてます。ね、難しいですけど、面白いでしょ？なかなかね、アクリル絵の具もなかなかこう、やってみたりすると面白いですよ。ね、奥の雲とか。だからちょっとスピード勝負なとこと筆がね、あれしやすいから、びっちょびちょにいつもつけてた状態にしてますけどね、僕はね、
でこうまたこういうだからどっちかというと縦の仕事で大事になってきますもんね。こういう奥にスーッと抜けていく仕事に関しては縦の仕事もやっぱ入れていかんといかんので、今水平の仕事入れたり、向こうが映ってて縦の仕事入れたりとかしていってね。でようやくこうちょっと細い筆とか持ち出しました。ここからね縦の仕事がちょっと増えてきますよ。ほら縦の仕事縦の仕事縦のやっぱりこう風景と生物は僕物が立っているという状況をいかに描くかっていうことが大事かなと思うので、まずこう暗い色とか水をこれちょっと多めにしたりしてます。こう水のこう溶き方みたいなものもこう結構大事で、やっぱり全部こう一律にペターっとなってしまわないように少し水を多めに溶いてあげて、下の絵の具がちょっと透けて見えるぐらいにするような描き方をしたり、こう水の溶き方ってめっちゃ大事なんですよ。皆さん見ているとこう同じぐらいでずっと溶いて、なんかポスターを描く時とかって小学校の図工の授業とか中学の授業とかであったでしょ。ああいう風にこう綺麗にこう塗りムラなくこう絵の具を溶くんじゃなくて、ちょっと水を多めに溶いてみてとか、逆にこの水を少なめにしてみてとか、そこのところのバランスでかなりこういろいろ差が出てきます。でこれ垂直水平運動が少しずつ出てきました。向こうに見えるもうねちょっと書いてますけどね。めちゃくちゃこの絵に関しては油絵とかでガチッとこれを多分これ油絵にしようと思ってます。なんか描いてみてすごくこう感触良かったんで、僕はこういうのプランニングのように描くんですけども、1時間ちょっとかな、20分ぐらいだったかな、描いてみて、フィレンツェでもこういう緑森系の絵でね、この川がこうシューッと流れていて空気遠近法的なのでおもろいかもなとふと思ったんで、多分これ描くやろうなと思いながら、12号ぐらいかなと、10号ぐらいかな、なんかそのぐらいかななんて思いながら、そのサイズよくどの絵をどのあれにするんですかって聞かれることもあるんですけど、これを4号とか3号に書くのはほら垂直の仕事が増えてきましたね。厳しいからって光当たってるとことかにこうでといっても20、30号いけんこともないけども、僕からすればそんな難しい絵じゃないので、これでですからね、それで無難なとこで15ぐらいなんちゃうかな。でも描きたいなという欲はあるわけですよ。でもう本当になんか僕の場合はでっかい絵とかになると、もうこれ誰もこんなんやりたがらんやろっていうことをもう2ヶ月3ヶ月半年ぐらい覚悟してなんかやったり、でその間にまたなんかこう実験的なことをこう水彩やったりとか小さい作品とかで繰り返しながらやったりとかっていう、だから55以上っていうのはだいぶ覚悟して、これは誰もやってへんやろなとかっていうのを挑戦することが多いです。隙間は明るいところを描いたりとかですね、光の当たってるキラッと当たってるところ、こういう大事なポイントみたいな絶対逃さないみたいな。ね、垂直の仕事が暗いのと明るいのでピン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 と入ってきたことで、もう向こうになんか建物あるようなで、やっぱりより細かく光がドッと当たっているようなところを、そのままこの絵に関しては油絵で古典とかで出す絵に関してはものすごくその辺ちゃんとしてますけど、でもはっきり言うとそこまで厳密に写しきってはないですね。絵画の構成的に必要なものとかをこう探しながらこう置いていくということが多いですけどですね。喧嘩しておりますね。はい。年中喧嘩をしております。もし知りません。で、向こうが映っているというので、緑の、中に少しこう赤みがかった屋根が映っているような状況とかっていうのがあったりとかですね。少しこの辺また、緑のところ。あんまりこう、でも、プランニングと言ってもこれ古典とか多分出すと思うんですけど、ある程度しっかり書き込んでる方なので、もう本当に油絵、水彩とアクリルで、透明水彩とアクリルだいぶ雰囲気違いますもんね。なんかそういうのもこう楽しんでもらえて、また油絵との違いみたいな。こういうのが逆に筆の勢いがあって面白いっていう人も言い張りますし、その辺も本当好みの問題っていうのもあるんちゃうかなというふうに思うんですけど、いろんなこうですね、で明るいので描いていて。若干こうキュッと沈む感じはありますね。アクリル絵の具に関しては全体でお見せしていきました。それでこう粗密ってよく言いますけど、描くところね、街中の中でもこの辺がグッと、この辺がガーッとかっていう風に意識してます。グッといけグッと。この辺は少しラフに描こう思ったら、例えば水をちょっと多めにした感じでシャ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 ッと描いてみたりとか。そういうこう抑揚つけてあげるとペターっとした絵になったりとか。でね、奥行きとかもこう出していきにくかったりとかするので、
で、この辺の中堅の後ろの方の山々みたいなのは、ちょっとやっぱり慎重になっているところはありますよね。やっぱり奥行きをしっかり出さんといかんからという。そして屋根の中でも明るい屋根みたいなのとか、白っぽくなっている屋根みたいなのとかを探しながら描いていったりとかしていっております。という感じでですね、森もちまちま描いていって、ちまちま系でございます。描けそうでしょ？これはもう、ライブ配信でこれぐらいだったらできるかなとは思うんですけど、こういうのプランニングとして、また個展とかにも出せるかなというふうに思ってですね、お求めやすい価格の、作品になればなというところもあって、僕の絵とか高い知ってるし、高い。それはもう20何年もやってきたもんね。それはね、皆さん普通のね、庶民の方、サラリーマンの方とか難しいとかね、年金生活者の方っていう方、いろいろ聞こえてきますけどね、本当に油絵に起こしたらどういう風にしようかなっていうのを脳みその中で考えてるんですね。だから何十年と書いてきて、自分自身を飽きないようにはしていってる中で、こういうね、プランニングも幅広くなっていって、それを皆さんにお見せして、でも皆さんにとってもアクリル絵の具っていうのも身近になったでしょ？なった？どないですか？なったでしょ？多分ね。そんな気がします。今まではようわからんかったわっていう。乾いたら取れへんから逆にそういうのもメリットやったりする。これちょっと水を多めにしたんで暗いところより暗くちょっとしていってるというような感じで、ちま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 とやっていってます。最後はね、本当にもっと筆のスピードも遅くなりますけど、僕の筆のスピードを真似する方がね、危ないので、皆さんは徐々に速くなってくるというですね、そういう気持ちでやられてください。よく筆のスピード真似する人多いんですけど、絶対それはもう的確にじゃっと決めていけれるかどうかなんて、やっぱりある程度の訓練みたいなところがあって、それは長いことね、20何年も書いてきたんで、そういうのができるわけですよ。ね、皆さんね、なかなかそんなんね、もうやってきたという自負はあります。浪人時代とかね、高校生の時、高校1年生の時からそういう美術系の予備校にほら、水が出るでしょ。かっこいいでしょ。カラッとして僕はこれ動画としてもいい感じになったなぁ思ってですね。こういうのも意外と楽しんでるんですよね。いつもよりもカラッとしていい感じやないかと思ってですね。っていう、手で点という風に打ってって、ハイライトみたいな、もちろん最後点描で打ってもいいんですけどね。そういうのはもう油絵描く時に撮っとこうかなぐらいの感覚でおります。という感じでございました。B3 よりちょっとね、小さめにしてます。どれぐらいなのかな。なんとなくB3 やとちょっと大きすぎて、ますます編集上の問題というかカメラの問題というかねあれでこれぐらいやとちょっとパレットも映すことができるんでほんの少しサイド切ったりとかしたりしてます。 B さんのやつを一回りちょっとちっちゃくしてます。65ぐらいなのかなとは思いますけどもね、65ぐらいなのかなと思います。そして明るくバンと光が当たってる、壁なんていうのも最後描いていって、密度を上げて完成としました。油絵に今度の展覧会個展などに出せるか否かわからないですけども、そのぐらいなのかなというふうに思っておりますが、ちょっと明るい色を置いていっております。ちま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 。いやー、でも本当にもうね、どうですか。もう、じっちゃんも楽しいですよ。絵描くのね、ちょっと頭いかれてるなと自分でも思いますけど、すごく楽しく。皆さんもね、楽しく描きましょう。ね。結構皆さん、絵描くの苦痛のようなコメントされる方、辛いっすか？でも絵描くのは好きやけど、苦痛でとかっていう感じのコメントとかちょいちょいあるんですけど、全然1ミリもないですけどね、もう描いてない方が苦痛なんですけどね、僕はという感じでございました。アクリルでフィレンツェを描くということで、こういうごちゃごちゃっとした街並みを描くのに少し参考になった部分もあるんじゃないかなと思います。あまりにも描きすぎて全部描きすぎてしまったりすると、今度はね、ミニチュアの街みたいになってしまったりするから難しいとこありますのでね、そのあたり注意してみてください。ということで本日の解説は以上です。この動画良かったという方、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。サインをしました。終了。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。
ね、こういうぐちゃぐちゃっとした建物とか皆さん困るでしょ。とか奥行きの描き方とかですね。まあ、アクリル絵の具のポイントとしてはやっぱりこう水の溶き方みたいなのをやっぱり初心者の方一律にしてしまうという、そこ注意して、ぜひぜひ皆さん制作励まれてください。それではまた。いい子問題だ。2号チャンネル登録よろしくね。